んな感じですわ。まあまあまあ。髪の毛に関してはこんな感じ。こっからまた質疑応答タイムに入りたいんですけど、その前にここまでの髪の毛の角度 XY についての質問をちょっと募集してもいいですか？側頭部のパーツ分けるのとアートメッシュで伸ばすやり方、どっちの方が楽ですか？絵柄による。絵柄によりますね。めぐちゃんは、最初にね、私、パーツなしで伸ばそうとしたんだけど、どうしてもね、限界があるんですよね。特にこの、ピロリ菌先生の絵柄ってすごく繊細じゃないですか。こう細かいグラデーションとか、さっとした水彩の塗りが入ってる。そういうのをね、やっぱ、良さをなくしちゃう。これを今こんな感じなんで、これをさ、じゃあもっと引き伸ばそうとすると、もうこんな感じですよ。この辺とかガビガビになっちゃうのね。こういうとこ。もっと細かくて打てばなんとかなるけど、それで、じゃあ綺麗に見えるかっていうとあんまり綺麗に見えない。私にとっては。これがさ、すごいアニメ塗りチックで、パケッとした影が少しだけ入ってるとかだと、それだけ分けてそれをスライドさせればいいけど、引き伸ばせばいいけど、やっぱそれだけだと良さを潰してしまう絵もあるわけで、やっぱそういう時は私は書き足してますね。最初やっぱり元からあるパーツだけでね、やろうって頑張って、でもそこでやっぱ可愛く見えねえなってなったら、やっぱり私は書き足してます。あとね、ちょっとね、これ一つだけ言いたい。今までのところでも言うべきだったんだけど、上級者向けをすべてのモデラーさんに要求しないでほしい。皆さん、いろんなお値段で受けていらっしゃいます。すごい低いお値段でね、手軽に受けていらっしゃる方もいらっしゃいます。皆さん、それ何が変わるかってやっぱ工数ですよね。可動域とかも狭くして、細部とかを作り込まない代わりにでも手軽に買えるよみたいな感じのビジネススタイルでやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですよ。すべての人にここまでやれっていうのは酷だし、やっぱりお値段以上のコースになっちゃうので、ここまで求めるのはやっぱりすごいリッチなモデルになっちゃうので。だから、これを見た方が全員がここまでやらなきゃいけないんだってなったら、そうじゃないし、全員にそれを求めるべきでもないと思ってるので、あくまでもね、本当に作り込もうと思ったらここまで作り込めるよっていう作例として見ていただきたいなと思っております。初級、中級、上級だとお値段10万ぐらい余裕で変わりそうですね。10万どころじゃないかもしらん。それはあれですよ。すべて体とか全部作り込んだ上でのお値段の差は、もしかしたらちょっと10万どころじゃないかもしれませんね。髪だけを見たらね、10万で収まるかもしれないですけど、もうそれぐらい工数は変わりますね。前髪と後頭部がずれて外れて動いているように見えてしまうのですが、コツはありますか？やっぱりね、今お伝えしたことを順番にやっていくしかないかな。一つはね、先ほどね、初級編の時に頭頂部とこの後頭部が、つむじがね、1点からしか動かないから、あんまりここの距離を空けない方がいいで、もう最初ね、この辺にあったやつをここまで持ってきたんだけど、それでもやっぱりちょっと外れてるように見えてしまいますよね。後頭部も動かした方がいいよ。ここのね、後頭部が変わってないから、ここをこうやって動かすだけでも結構変わる。後頭部と頭頂部をちょっと動かす。これ結構大事だったりする。こういうのはやっぱちょっとアートメッシュじゃないと厳しいんだけどさ。まあここをちょっと動かすだけでも、ここが外れてる感じは少し減ると思う。こんな感じ。まあこんな感じで動かすだけでもちょっと変わると思います。こんな感じ。これでもちょっと変わったでしょ。ここは、地続きになっている。一直線上。表と裏じゃなくて、地続きの同じ面だと考えていただければ、こことここは。だから、ここがこう動いたらそれに合わせて、この後頭部も変わる。するとやっぱりね、外れにくくなると思うわ。側頭部って基本的に横髪の後ろに隠しておく感じなんですかね。私はね、なるだけ正面向きでは見えないようにしますね。透明度とかもね、必要であれば 0% にしちゃう。なるべく見えない方がいいと思いますね。それが例えば全部自分で描かれてる方だったら正面向きの見栄えはその人に権利があるからいくらでもやっていいけど、やっぱそういう書き足しをするならイラストレーターさんに許可を取りつつ、やっぱりなるべく正面向きの見栄えはね、変わらないようにする方がいいなと思いますね。命名が多すぎてうまく名前つけられません。コントロール F で出てくる検索と置換を有効活用しましょう。これがね、例えばひらひら1234ってこれ書いてあるやつ。これを、ここの、置換前に、置き換えたいやつを入れます。例えばじゃあ、ひらひら。で、置換後にどうしようかな。すげえ変なにしヘロヘロにしますか。ヘロヘロって入れます。で、違うボタンを押すと、これ全部ヘロヘロになります。みたいな感じで、一気にね、命名変えられるから、こういうのを有効活用しましょう。私はそれで頑張ってやってます。
呼吸のパラメータをつける際に息をしていると見えるための自然なパラメータ付けはありますか？いつも息をさせてみると不自然なように見えてしまいます。私が呼吸に設定しているのは頭の Z で動く全部の部位を入れたデフォーマー。なるほどね。頭の Z の親にしてるってことね。と、腕以外の上半身と、両腕の付け根部分と、お腹と両足。という方で、読んだ限り、この方は呼吸パラメータをすごい細かくつけてらっしゃるんですよね。複数のデフォーマーを作って、それを呼吸のパラメータに紐付けている。私実は呼吸パラメータつけてない時もあって、やりすぎると気持ち悪くなるんですよね、呼吸パラメータって。本当にちょっとでいい。入れるとしたら、体の Z の下かなで、全部一つのパラメータでつけてます。こんぐらいで、もうクソデカデフォーマー作っちゃう、こんな感じで。胸あたりにちゃんと点がつくようにして、こんなもん。つけるとしてもこんなぐらい。ほんとちょっとだけ。全体ででっかいデフォーマー作って、それでちょっと動かす。めっちゃこれでも呼吸してるように見えるんですよ。ちょっと上に上げて、ちょっと広げるだけ。そう、これだけで全部動くから、これ結構呼吸デフォーマーをさ、動かしすぎるとほんと気持ち悪くなっちゃうのよ。このデフォーマーにも呼吸、このデフォーマーにも呼吸、このデフォーマーにも呼吸ってやってた人、こんだけで全然大丈夫です。例えばゲームとかのさ、アイドル待機モーションってすんごい誇張してるじゃん。あれぐらい動かしたかったら、もっとやらなきゃいけないかもしれないけど、それでもさ、例えばゆかなさんとかだと、ここで腕動いてるでしょ、こうやって。こんな感じで動いてるでしょ。これね、これで肩がこうやって動くんだけど、ここの物理術の入力に角度入れるだけ。これで呼吸が動いたらこんな感じで腕が揺れるようにしてある。で、呼吸は勝手にこうやって動いていくからずっとね。動いていくからそれに合わせて腕がこうやって動く。全部物理演算でやっちゃってます。ソーシャルゲーム系のモーションっていうのはその動きしかしないからやっぱりそこで魅力的にしなくちゃいけないけど、VTuber さんっていうのはずっと動いてるからね、こんな感じで。だからこんな感じで物連算でね、さっと動きつけるだけでも全然いい感じになる。こんな感じで。物連算でつけるという腕とかは、こちらのモデルさんの場合、呼吸に腕の動きをつけるのではなく、物連算で呼吸の時も動くようにするという認識で合ってますか？合ってます。腕の動きとかを呼吸に紐付けるのは全部物連算です。呼吸パラメータといえば、呼吸の初期パラメータ以外、新しく他のパラメータを呼吸みたいにできるやり方わからなくて、見たことあったけど、なるほどね。つまり、呼吸以外のパラメータを呼吸みたいに動かすにはどうしたらいいかっていう話ですね。VTube スタジオだったらアイドリングモーションを使う。周期を変えられるんですよね、それで。でもVTube スタジオはさ、ここの自動呼吸っていうのを押すと、呼吸パラメータになるんですよ。ただそれだとね、全く同じ周期でしか動かない。例えば、これ自動呼吸にすると、これ顔を前に向けるやつなんだけど、これに自動呼吸ですると呼吸と同じ動きしますけど。これ全く他の呼吸と同じ周期にしかならないから、周期変えたかったら、ここの待機モーション、ここに、他の例えば髪の毛がふわーって入れるだけのモーションを作っておいて、ここに入れるとかね。すると、別のずっと動くモーションとかを入れられる。にじまライブだと、実はループモーションっていう、呼吸の周期もね、全部自動で設定できるっていう、めちゃくちゃやばい機能があるんですけど、VTube スタジオだと、周期変えたい場合はここを入れないといけない。質問失礼します。後頭部の髪の処理についてなのです。髪が短かったり結んでいる場合のうなじはどのようなパーツ分けやモデリングを行っているのでしょうか？ケイソン総長とのモデルを見るとすごく自然にうなじの表現が作られていて感動したので、うなじ、皆様、うなじ、この後頭部のこの髪を上げた時の生え際、ここをね、やっぱしっかりしないとダメなんですよ。結んでる時はね、そこをちゃんと考えないといけない。わかる？ここちょっと、うなじ、ほら、こんな感じで、うなじあるのわかる？こんな感じ。これ、大切。これですよ。ただね、パーツ自体はそんなに難しくない。こんな感じ。これを、こんな感じで引き伸ばしてこうやってつけてる。首に合わせてね。これが大事。装置とかもね、全部あります、このパーツ。これを、こんな感じで作るといいですよ。割と簡単。こういうギザギザってなってて、ここはね、ちょっとぼかしてるパーツを作って、それをこの首に合わせてこうやってつける。これがあるだけで全然変わるので、ぜひぜひやってみてください。お時間あれば髪の回り込みについてアドバイスがあればお願いします。描画順だとチカチカするし、顔マスク反転だと揺れの時にめり込んでしまいます。このお羽の部分がこっち向いた時には奥に来て、で、こっち向いた時は手前に来てっていう処理をしています。こんな感じで。結構力技だった気がするな、でも。これで隠してます。
これが後頭部のこれを半分だけこの切り取って、大切なのがめり込ませたいというか、この後ろに回り込ませたいやつに合わせてこうやって変形させること。こんな感じでこの境目の時はここの、なるべくね、この形に沿って変形させてやることが結構大切だったりする。で、あとプラス、ちょっと大変なんだけど、揺れの時も、こんな感じで、めり込まないように、こんな感じで、めり込まないように調整してますね。で、これね、これ昔だからこうやって全部手動でね、やらないといけなかったけど、今だったらね、ブレードシェイプでもっと楽にできると思うわ。この羽の 2×2 と2と1、ここの揺れ用は全部ブレンドシェイプにしちゃえば、この3種類の紐付けとかしなくていいから。とりあえずこの揺れのところもちゃんとめり込まないようにマスクしてやると、これはね、羽だけど、髪の毛とかでも使えるテクニックだと思いますね。描画順だけでやるとき、描画順変えずにマスクだけでやるとき、両方使うとき、私は全部やりますね。その場その場に応じて適宜やってます。線画とベースを分けた場合に、線画をきれいに効率よくベースに合わせる方法とかってありますか？デフォーマーに入れて一気に動かすとずれちゃうので手作業でちまちまやってるのですが、そんな時こそグルーですよ。ちょっとね、線画とベースではないんだけど、さっき例えば言ったさ、ここのお団子娘のここのメイドを変えてるって言ったじゃん。これ、さっきグルーって聞いてる海外の方を見て、鋭いなって思ったんだけど、アートメッシュのこの形全く一緒にして、2枚ともね。それをグルーで繋いで、で、動かしたい方だけ重み 100% にします。今回はこのね、黄色になってる方のただのお団子結び。こっちの方に完全に明るい方、後から付け足した方を追従させたいので、完全に真緑にしちゃいます。そしたら、このお団子結び、これを動かすだけで、こっち側も動くから、これを線画と塗りでやればいいだけ。すごく簡単。メッシュ同じでいいのか、目から鱗。むしろメッシュ同じの方がいいよ。グルー使うなら全然メッシュ同じの方がいい。普通にこういう裏技的な使い方じゃなくて、ほら、一部分をつなげるとかでもその部分のメッシュは必ず一緒にするからね。だからもうコピーしちゃって大丈夫。まつげを髪の毛に透かせるようにはできませんか？3通りあります。一番簡単で手軽で何もしなくていいのが、これひむちゃんの髪の毛ちょっと透けてるじゃん。こんな感じ。これあれだよ。元のパーツの段階で透けてる。エアブラシの消しゴムで最後ちょっとここ削ってる。そんだけ。それで後ろのまつげが見える。これが一番簡単。いっちゃん簡単。透けてないやつを透かしたい場合は、髪の毛をまつげにクリッピングするか、まつげを髪の毛にクリッピングするか、二通りの方法がある。例えば、この横髪のまつげ、これめぐちゃんのまつげ透けさせたいとするじゃん。こんな感じで上まつげ全部コピーすんじゃん。そんで、この髪の毛、ここの上に持ってくる。で、マルチキー編集で不透明度を例えば25ぐらいにする。つけた。ちょっと少ないか。50ぐらいにしとくか。こんな感じ。ただね、これでもいい感じで透けてるんだけど、ちょっとわかる？この重なった部分がどうしてもね、透けちゃうんですよね。こんな感じで。だからこのパーツそのまんま使うんだったら、クリッピングでマスクの判定しなきゃいけないんですよね。これがちょっとネック。このまつげのメイン、これをこの ID コピーして、他のやつにこのクリッピングに入れてマスクを判定にするとこの重なったところが見えなくなる。こんな感じ。これで透けるようになった。あとは、もう一つが、このまつげを横髪の上に持ってきて、で、髪の毛をコピーして、まつげの上に持ってきて、で、マチキ編集で透明度を下げる。ただこれもね、髪の毛が2パーツ以上あるとやっぱ重なってるとこが変になるから、やっぱりクリッピングでマスクの反転しないといけない。どっちも同じ効果になります。そう。マスクの負荷が気になるでしょ？これがどうしてもね、ちょっとね、マスクがね、たくさん使っちゃうんですよ。で、もう一つ方法がある。これが結構最近別の方、ミミズツクロウさんっていう方が結構前に編み出してらっしゃった方法なんですけど、髪の毛の前髪の影の時にね、影を定山でもね、重なったところが暗くならないようにする方法っていうのでやってらっしゃったんですけど、こんな感じで髪に沿ったまつげの色のアートメッシュを作りまして、これのアートメッシュをコピーして、で、全く同じのを入れる。こうね。で、さっき言ったように、この2つを、同じアートメッシュのやつをグルーでつなぐ。で、点がついてる方に重みを 100% にする。こうね。で、この暗い、この真っ黒なやつ、これを、このまつげがあるやつ、これまつげを全部選択してコピーして、で、このまつげの範囲だけクリッピングさせる。で、透明度を下げる。こういうやり方もある。こんな感じ。
これをすることで、まあこうやって髪の毛がね、こんな感じで動いても、ちゃんとぐるり繋いでるから、それについてくるんですよ。こんな感じで。ちゃんとついてきます。こんな感じで。で、これのいいところは、クリッピング枠1個しか消費しないことなんですよね。このまつげをこうやってまとめて、こうやってコピーした、これだけしか消費しないんですよ。これがさっき言ったみたいに、まつげパーツとか、あとその髪の毛パーツを上から乗せて、それでクリッピングさせようとすると、さっき言ったみたいに重なったところをね、処理しなきゃいけないんで、一つで済むならいいですよ。クリッピングでマスクの判定が一つで済めばいいけど、それがなんか二つ三つってどんどん増える場合があるから、それだとね、ちょっとクリッピング枠増えちゃうんで、これで一気にやるのが割と楽だったりします。結構実はめぐちゃんの前髪もそれでやってる。めぐちゃんの前髪もですね、こんな感じで、顔全体の影デフォーマーを作っておいて、で、こんな感じでそれぞれの部位ごとの影パーツがあって、これらをまとめて、この範囲をこいつにクリッピングさせてる。だからここにいっぱい入ってる。このクリッピングラインここにいっぱい入ってる。こうすることで、これ全部さ、これ定山なんですよ、これ。定山の影レイヤーがそのままこう重ならずに使える。これを発見したというか、私が最初に講座を見たのがさっきツイッター貼ったミミズつくろうさんなんですけど、本当に頭いいなと思いましたね。天才だと思いました。もう私もバリバリ取り入れてます。ぜひぜひ皆さんも。この方のツイッターにね、詳しいやり方載ってるから、ぜひぜひ見てみてください。質問なのですが、4隅の自動節制した後にパーツの追加をする場合でどうすればいいんですけど、まだまだ初心者なので基礎的なことだったらすみません。変形した後でもいくらでもパーツ追加していいですよ。そしたら、またそれに合わせて4隅の作ればいい。全然後からいくらでも追加して、その分どんどん手動で調整していけばいいだけなので、あんまり悩まずにどんどん作って大丈夫ですよ。むしろなんか4隅の形状作ってから追加する場合も多いからな。この感じで星パーツがあるんですけど、例えばじゃあこれを後から作って読み込んだとするじゃないですか。こんな感じで読み込んだじゃないですか。で、この状態だとまあ、他のところには追従してないですから、ついてこないですよね。これ作ったら、そのままこの目の曲面にこうやってぶち込んでしまえば、その目のデフォーマーにこうやって入れてしまえばもうこう、そのまま動きますんで、こうやって。ですごい簡単にこうやって、後からデフォーマーに追加するだけで動くんで、細かいこと考えずにどんどんパーツ、後から作っちゃって全然大丈夫です。少し質問ですが、横の髪の毛を耳の裏にしたいときはパーツの順番はどうすればいいでしょうか？なるほどね。私だったらもうマスク使っちゃうかな。めぐちゃん、このもみあげをちょっと追加してるんですよ。元はなかったんですけど。こんな感じで、もみあげパーツをちょっと追加してます。それがないとここの耳のところが見えちゃうんで、ちょっと追加してるんですけど、これは、ここで止めてますね、こんな感じで。ここでもう線がこうやって書いちゃってて、それで耳に合わせて変形してます。こんな感じで。これでも全然大丈夫。で、多分、耳にかかってる下のパーツはまたこう別に作って耳の後ろにして垂らす。みたいなのが一番やりやすいかな。あとはもう完全に手前に作っちゃって、で、耳を、このさ、もみあげパーツがさ、これもさ、もっとさ、こうやってなってたとするじゃん、こうやって。こうやってなってたとしても、例えば、耳でマスクの反転すりゃ、その部分隠れるから、まあ、こういう感じで隠すこともできるから、それでやっても全然いいと思う。どっちでもありです。そんな感じで作るといいと思います。価格の話が出ていたので質問させていただきます。ケースバイケースだと思うのですが、ライブ 2D モデリングの価格の決め方は、制作にかかる日数×ニーズ×技術なのでしょうか？依頼を受けようと思った時にどのように価格設定を決めたらいいかわからないのでお答えしていただけると助かります。そうですね。結構決めやすいのは時給？自分がそのモデリング、その動きをさせる、そのテクニックをするのにどれだけ時間がかかるのかで、自分が時給どれぐらい欲しいかっていうので計算して、掛け算して、あとは私だったら、例えば特急緊急でやってほしいってなったら追加料金とか、パーツがあまりにも全部1パーツになってて、こっちで全部分けないとかなり厳しいとかだったら追加料金とか、あと修正があまりにも多かったら追加料金とか。逆にこういう制作過程で、すごい取り上げていただければ割引とかね、そんな感じで増減させて決めてますね。時給で決めるといい。で、そんなこと言ったってどれぐらいで作れるかわかんないよとか思ったら、例えば瞬きを作るのにどれぐらいかかる？
る。それもただ瞬きさせるだけと、笑顔目と普通の閉じ目、それの両方をつけたとき、あとはなんか驚き目とかね、目を見開ける表現とかもつけたとき、その表現をするのにどれぐらい時間がかかるかっていうのを、部位ごとに決めていくとすごい楽になると思います。全体ってやるとさ、もう、かなり長い間やるからさ、あんまり何時間でできるとかわかんないじゃん。でも部位ごとだったら割と換算しやすいじゃん。だからもう私は部位ごとに出して、部位ごとに値段つけてる。で、お客さんにカスタマイズしてもらってる。じゃあ、目はちょっと入れたいけど、お値段かかりやすいから、ただの目パチでいいけど、髪の毛はサラサラにしたいから、こっちは最強にしてくれ、みたいな感じで、全部カスタマイズしてもらってる。そういうやり方だと、割と価格決めやすい。まあ、あんまりね、細かくしすぎてもお客さんが困惑しやすいから、自分が決めるときはバラバラにやって、最後はまとめてお値段出してもいいけど、とりあえずね、まとめてじゃなくてバラバラに計算するっていうのは結構いいと思います。顔の斜めの角度の話なんですが、作成した時の最大角度が VTube スタジオでうまく出せないのはパラメータ設定の問題でしょうか？懸念されるポイントがあったら教えてほしいです。なるほど。いくつか原因が推測されるんだけれども、まず一つ、使ってないかもしれないけど、宇宙レンザでもしね、こうやって紐付けて私の見て動かしてた場合はね、これ使ってなかったら全然関係ないからスルーしていいんだけど、ここがさ、例えばなんかめっちゃ入れる設定だったとするじゃん。顔がめっちゃ入れる設定だったとするじゃん。そんで、ここの倍率が足りてない。このさ、思いっきり弾んだ時ってさ、かなりここまで行くんですけど、反動するからさ、元に戻っちゃうんだよね。だからここまでしか行かない。ここの倍率が足りてないと、そもそもあんまり最大角度まで行かない場合が。それが一つ。で、もう一つが、ここの数値。このさ、顔をこうやって思いっきり動かした時にちゃんとこれがちゃんと振り切れますかね？ここ振り切れないんだったら、ここの値を大きくすればいい。ちゃんとこうやって上下に行かない。それが原因かも。ここの設定を大きくしたりするとたくさん動くから。ここがちゃんと設定した値まで行くかっていうのを調べてみてください。それで多分、最大まで行くと思います。それでも行かなかったらまた別の問題かもしれない。ちょっと試しにここをやってみてください。斜めだから上下もそこがちゃんと行くようにしたら、多分斜めがちゃんと行くと思う。斜めがちゃんと最大角度まで行くと思います。質問失礼いたします。拡張補完について種類の違いなどがよくわからないので解説いただけると幸いです。また種類を使い分けることはありますか？なるほど。私もちょっとあんまりよくわかってないんだけど、基本的には楕円補完しか使わないですね。一応私も種類わかんなかったからさ、ライブ 2D の公式サイトで見たんだよ。まず楕円補完っていうのが、さっき言ったみたいに、限りなく円状に動かしてくれるんですよね。これだとわかりにくいけど、例えば、よく私がマスク用に使ったやつなんだけど。これを例えばさ、こうやって動かしたとするじゃん。こうね。こうやって動かしたとするじゃん。これ今さ、すごいカクってなってるじゃん。これに拡張補完を入れると、楕円補完だと、こんな感じ。すごい滑らかに動かしてくれますね。こんな感じで。こんな感じで、直線状のものを、なるべく曲線にしてくれる。なるべく円にしてくれる。それが楕円補完。ただこれをね、例えばなんだけど、こっち側だけこうやって動きつけたとするじゃん、こうやって。こういう動きを作ったとします。こっちは何も動かさずに、こんな感じ。こういう動きをつけたとしますね。ここにじゃあ、拡張補完で楕円補完を入れてみましょう。これ入れるとどうなるかっていうと、ここが綺麗に、こんな感じで動きます。ただ、こっちがこんな感じで、謎に変な動きが入っちゃうんですよ。すべてのこの、このすべての動きを含めて楕円にしようとしてくれるから、何も動いてないところまで動かそうとしちゃうんですよね。これが楕円補完のデメリット。こんな感じ。こう。すごいなんか反動で戻ってきてるみたいな動きが入っちゃうでしょ？で、それを防ぐのが SNS 補完。これは動かない。あくまでも、ただ軌道補完してくれるだけ。こんな感じで。ただ軌道補完してくれるだけです。ただ、なんかね、SNS 補完だとたまにね、こことここだけをなんか純粋に補完してくれるがあまり、たまに動きがすんげえひしゃげる時があります。なんで、ここだけ動かしていいけど、こっちは動かしたくないみたいな時は、SNS 補完の方がいいかなみたいな違いがあります。はい。ということで、コメント質問全部読み終わりました。他になさそうであれば、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。では、皆様またお会いしましょう。バイバーイ。